今日も DCS の F14 で PVP に行こうかな。あら、マリサじゃない。あれから調子はどう？前回の動画のおかげで、かなり PVP で、F14 に乗ってキルできるようになってきたよ。それは良かったわね。長時間かけて解説した甲斐があったわよ。しかし、前回の前編動画でレイムと一緒に、PVP 行った時みたいに、50マイル以上の長距離ショットは全然決まらないのよ。原因はなんとなく理解してるのだけど、その理解している原因とは何かしら？おそらく高高度、高速でフェニックスを発射してない。そもそも高度3万5000フィートでマッハ 1.2 に到達するのが、時間を要してしまい、その条件に到達する前に、接敵してミサイルを撃つケースがほとんどなんだよ。ああ、そういうことね。いつもレイムはどうしてるの？実はほとんどのケースが今のマリサが直面してる、発射条件を満たせない問題にぶち当たるわよ。やっぱ、そうだよね。で、どうしたらよいのかな？答えは簡単よ。離陸したら敵陣地とは反対方向へアフターバーナー全開で飛ぶのよ。やっぱそれしかないよね。大体の PVP サーバーは、テンポよく戦闘することを重要視して作られており、離陸してから50マイルも進めば接敵するケースがほとんどなのよ。それ本当にその通りなのよ。だから最適なフェニックスミサイルの発射条件を満たせず、高度2万5000フィート前後、マッハ 1.0 前後で発射してない？その通りだよレイム。4万フィート前後でマッハ 1.2 なんて、燃料の3分の1近く消費しないと達することができない。それでいいのよマリサ。燃料は気にせず3分の1近く消費して、条件を満たしたら U ターンして敵陣に向かえばよいのよ。そうなのか。燃料を気にしすぎて、発射条件を満たせない方が、全くもって意味ないわよ。確かにな。今の感じだと、無駄にフェニックスを撃っては当たらず、帰還してミサイルを再搭載再出撃するも結局キル取れず、というループに陥りがちでしょ？大体その通りだね。とにかく発射条件については妥協せず、確実に満たしてからミサイルを撃ち込んでちょうだい。了解よ。では、上級編の解説についてだけど、発射環境におけるフェニックスの有効射程についてよ。これを体感で理解してもらえれば上級編は完了かなと。ふむ。口頭だけの解説だとわかりづらいので、今回も検証動画を用意したわよ。それはありがたい。内容としては全く同じ条件下で、簿記 F14 の運動エネルギーだけ変えた、2つの比較動画を見てほしい。オッケーよ。具体的な変わらない共通の条件は、敵の高度、速度、距離は一緒。60マイルからフェニックスを撃ち込む。条件1は手軽に満たしやすい高度2万5000フィート、マッハ 1.0。条件2は最高条件を整えた、高度4万フィート、マッハ 1.8。この比較動画を見て運動エネルギーの重要性について理解を深めるのが目的よ。了解した。こんな感じだ。なるほどな。運動エネルギーがないフェニックスが、当たらんわけだ。少し見づらくて申し訳ないが、条件2に関しては、高度7万フィートを超えて飛翔しており、最高高度は8万3000フィートにまで到達している。特筆すべきは、7万フィートを超えたあたりから、ロケットモーターの燃焼が終わってるにもかかわらず、速度低下がほとんど起こってないことね。つまり、運動エネルギーがほとんど失われていないのか。そういうことよ。これは、比較動画を見ないとなかなか気づけないな。細かく簿記の高度、速度に応じた発射条件を定義すると、非常にややこしくなるし、覚えることも多くなるので、最低条件として、高度3万5000フィート、マッハ 1.2 と、
前編のフェニックス発射基礎として紹介したわよ。この条件を下回ると、50マイル前後のショットは、90% 以上の確率で失敗するわよ。そうだったのか。そうなると運動エネルギーがない状態で、フェニックスはもはや使い道がないのかな？ないことはないけど、ベストは発射条件に近くして、50、70マイルで撃ち込むのが一番効果的よ。ここで一つリアルトップガンの話をするわ。前編で紹介したリオガイドに記載されてるのだけど、実際のフェニックスが最も当たるゾーンは、20から30マイルであったとのこと。しかし、この距離で撃ち込んでも、敵が防御軌道によるノッチングを誘発されたりすることを想定して、実際のトップガンの訓練生には、30から40マイルで使用するよう教えていたそうよ。よくロックが外れるけど、これが原因だったのか。確かに20から30マイルで発射した後に、ロックが外れることはしょっちゅうだよ。少しやり込めばわかっちゃうのよね。F14 対策として、ロックされても横向ければ OK ってね。そうだったのか。なので、この対策を知らない敵に対しては、簿記 F14 の運動エネルギーがなくても、20から30マイルのショットは最高に当たるのよ。なるほど。しかしね、残念なことに DCS をプレイするような人たちは、コアなミリタリーファンであったり、元戦闘機のパイロットが多いから、PVP サーバにもよるけど、5割くらいのユーザーが、この F14 の弱点を理解していると思ってちょうだい。そう考えると、DCS はリアルに作り込まれてると感心するよ。いやー、本当にすごいゲームだよ、DCS は。まあ、ここまでの一連の説明が、PVP を愛する DCS ユーザーが、知ってるセオリーね。このセオリーの裏を書くために、前編から述べてるように、超、高高度、超、高速、長距離で打ち込むことが必要なの。理想は55から70マイルでフェニックスを打ち込んで、簿記が敵機と25から30マイル前後に到達する頃には、ミサイルがピットブル状態になるのが理想よ。そうしたらビーム起動によるノッチング対策が可能よ。想定外の遠距離攻撃だから、防御策を取らないのか。最初はね、散々 F14 に乗って打ちのめされたので、もう嫌というほど、研究し尽くしたのよ。それと、もう一点補足を付け加えると、PVP で最強格の F16、MiG29 のレーダーだが、敵機を捕捉、ロックできる最長距離は50から60マイル程度。私が解説した戦術を取れば、F14 を直接捕捉する頃には、すでにミサイルを撃たれており、何も知らず気づけないまま、何の回避行動も取らずに直進してくるのよ。そして中距離ミサイルの射程内に近づき、鼻息ふんふんの状態でミサイル発射準備したら、突然ミサイル警報が鳴り出すのよ。あれ？まだ F14 との距離は十分にあるのになぜ？そして敵からしたら、とても意外性があるミサイルのため、突然瞬時の判断を迫られるのよ。ピットブル6マイルに設定されたフェニックスに対してね。それはやばいな。これはフェニックス？それとも別の敵機からのミサイル？遠くから撃ったフェニックスなら当たらないから大丈夫か。そもそもこちらも高高度で運動エネルギー貯めたのに、脅威度が低いミサイルに対して回避行動を取るの嫌だなぁ、とか感じるわけですよ。実際はとても脅威度が高いミサイルなわけだね。その通りよ。私が思う BVR の重要なスキルの一つとして、敵ミサイルの脅威度のアセスメント能力。この能力が高いと時期の生存能力に直結するわけよ。今まで解説した戦略でミサイルを撃ち込むと、このミサイルのアセスメントが非常に難しい。いや、本当その通りだと思う。まあ、今回の解説はこんなところね。これで PVP 解説は終わりよ。大体理解できたかしら？完璧に理解したよ。よし、早速 F14 で PVP サーバーに突撃だレイム。いいわよ暴れ回ってやりましょう。やばい人数がいる PVP サーバーに突撃しちゃった。どこのサーバー？今回は中国のサーバーね。中国の方々は J17 に乗るパイロットが多いけど、かなり強い人が多いのよ。これか。そうそう、この F16 に似た戦闘機よ。そんなヤバい戦闘機だっけ？戦闘機は普通だけど、搭載してるミサイルがヤバいのよ。SD10 のことか。そうよ凶悪ミサイルがヤバすぎるのよ。あのミサイルの最大射程は80マイルにも及ぶ化け物ミサイルよ。前に中国サーバーでアホほど撃墜されたことがあったが、ほとんどキルログが SD10 だったのでさすがにウィキで調べたよ。これは、厳しい戦いになるわよ。こちらも AIM54、フェニックスで、徹底抗戦よ。よし、いつも通り6発搭載するよ。もちろんよこちらが上回ってることを証明してやるわよ。壮絶な長距離の戦闘になりそうだ。二人のコンビネーションでミスなく戦えばいけるわよ絶対。気持ちが高まってきた。スキンもトップガン、マーベリックしようよ。よし、やってやるマーベリックみたいに。行くぞ。
キャノピー。クリアー。ちょっとマリサ、何やってんの？なんで止まってるの？やってやるぞ。もしかしてあんた、完全に入り込んじゃってるじゃない。なんで翼が開いてるの？いい加減、目を覚ましてここは誘導路よ。映画とは違って滑走路は綺麗、敵もいない、脱出の必要もないの。よし、行くぞ。あんた、ここで飛ぶつもり？捕まってろ。じゃないわこのボケー。いて、は？今すぐ止まれこのアホ。他のプレイヤーに迷惑かかるだろ？何より解説動画だから視聴者が不快だし怒られちゃうわ。こんなおバカでマナーのなってない行動するなら今すぐやめるわよ。ごめん気合入りすぎてなりきっちゃった。マリサは PVP 解説する前に、ゲームのマナーを解説するから、一旦格納庫へ戻っておりなさい。はい。よし、改めて出撃よ。しっかりマナーも守って PVP しましょう。了解。誘導路ではあまりスピードの出しすぎには注意してね。了解です。右は、よし。左も、よし。は？え？Come on, man, you're too fast. 飛んだ。滑走路でもなく、誘導路でもなく。びっくりした。はぁ？ぶっちゃけた話、結構あるよね。そうなのよね。私たちは、ちゃんとマナー守ってプレイしましょうね。言っちゃいけないのかもしれないが、たまにすごいところで、すごい離陸するパイロットがいるから、ちょっとだけ面白かったりもする。さっきの解説でも説明した通り、まずはガンガン加速して上昇するのよ。わかってるよ。よしテイクオフする。燃料は気にせずアフターバーナー全開よ。了解。スロットル全開。スロット機搭載はさすがに重たい。重力に負けるなどんどん飛ばせマリサ。OK。目指せ3万5000フィート、マッハ 1.2 よ。よし、一気に上昇する。高度2万7000フィート、マッハ 0.9。これからさらに上昇して加速する。ガンガンアフターバーナー焚いて、加速してちょうだい。高専前まで高度4万フィート、マッハ 1.5 前後まで上げれたら最高ね。OK、このまま加速し続ける。その間にこの PVP サーバーのマップを、簡単に説明するわね。自分と敵軍の基地はそれぞれ一つだけで、基地間の距離は、約100マイル前後。このマップを開けば、敵味方、双方の位置がわかる設定のサーバーである。基地間に大きな山脈とかないし、開けたマップだね。つまり山や山脈がないから、遮蔽物が少ないので長距離戦闘はしやすのよ。確かに、おそらく予想される敵機は J17、J11、F16 あたりだと思うわ。手強い敵機だが、この条件ならフェニックスの的だね。よし、どんどんぶちかましていくよ。レーダーで捕捉できそうか？レイム。いや、RWS でも捕捉できない。パルスドプラーサーチで DDD だけで索敵してみる。現在の高度は3万4000フィート、マッハ 1.05。まだまだ加速が必要よ。わかってるけど、フェニックス6発も搭載してると、本当にスピードが伸びないんだよ。
かに6発搭載だと、マッハ1.5はきついわね。接敵前に 1.2 以上に到達できれば OK だわ。敵機を捕捉したわよ。バンディット、11時方向、距離90マイル、ホット。TWS に切り替えてロックするわよ。OK。ロックしたわ。トブル設定をスモールにする。こいつの詳細距離を確認する。レーム、速度はどう？34500フィート、マッハ 1.15、もう少しでマッハ 1.2 に到達する。現在の鉄道の距離は85マイルよ。もう少しでマッハ 1.2 だ。もう一伸びしてくれ、トムキャット。よし、マッハ 1.2、マッハ 1.2 に到達した。ぶっちょぶよマリサ。速度を維持したまま4万フィートまで上昇して。了解。今の高度と速度だと、70マイル以上のショットは厳しいから、70マイルを切ったら初弾を打ち込むわよ。OK。初弾は67マイル前後で発射して、後続は60、55、50と5マイル刻みで発射するわよ。4発もぶち込むのか？まずは確実に戦闘機を落としたいの。どうせすぐに後続機が現れるから、残りの2発はそいつに撃ち込む予定よ。距離、72マイル。マッハ 1.25 あるので、最後に少しだけ上昇する。いいわね、マッハ 1.2 で、高度4万フィート近くなら、撃墜の期待値は高くなる。3万8000フィート。3万8500フィート。3万9000フィート。もう十分ね。68マイルだから初弾を発射する。ボックス3。さあ、ぶちかましてくれ2発目の準備をする。後続弾はトブルをノーマル、10マイルに変更するからね。トブルのタイミングだけ、一応気にかけといてちょうだい。了解した。それと初弾の予想着弾時間は、120秒前後よ。OK。距離60マイル、2発目を発射する。ボックス3。マッハ 1.35 まで到達。まだ加速し続けて大丈夫か？まだ加速し続けて。4発目の発射が終えたら減速し始めて。3発目よ。ボックス3。依然として敵機は直進中。敵は一切クランク、ビーム起動はしてない模様。当然よ TWS ロックだから警報音は鳴ってないはずだからね。52マイル。51マイル。ボックス3。これ、もう絶対やれるでしょ？期待値はかなり高いわよ。よし、減速し始める。ある程度の高度と速度を保ったまま、緩やかなクランクを開始する。OK、頼むわよ。ミサイルを転向させて。40マイルまで接近。どうしたレイム。こいつ、サブいわ。それはサブすぎる。ジャミングよ、ECM を起動しやがった。マジかよ。発射した4発のミサイルはどうなるんだ？TWS ロックは完全に外れたわよ。あの苦労して発射したミサイルは無駄だったってこと？そもそも ECM 起動されたら F14 のフェニックスは、完封されるってことなの？ついてマリーだ。おそらく初弾と2発目は望みがあるわ。ロックが外れてるのになんで？ AIM54C に搭載されている管制後方誘導があるからよ。2発目は敵との距離が20マイル前後まで近づいてるはずだから、精度は TWS ロックによる誘導よりは低いけど、ミサイルが敵機に近づいてくれればきっとブルになる可能性がある。もう、F ロッキーでミサイルの様子を見てみる。あはは、バリバリ誘導してるじゃないよ。これは、終わったわねこいつ。スピラッシャー。J11 を撃墜よ。ECM 起動してるのに、なんで？って思ってるでしょうね。あの J11。しかし、マジか。おっと、統一ついている場合じゃないわよ。レーダーで2機目がキラックだから集中して、PDD で反応がある。直接 STT ロックする。ぶちかましてやってマリサ。距離43マイル。ボックス3。高度4万3500フィート。マッハ 1.2 だから、運動エネルギーは十分だけど、STT ロックだから、敵のレーダー警報が鳴り続けてるので、早々と回避行動を取られるかもしれないわよ。OK。Target 39 miles. とりあえずもっと加速して近づく。OK よ。でも気をつけて、STT ロック中は索敵ができないから。敵は直進をやめてクランク、ビーム起動している雰囲気。Okay, there's dirt. 12 o'clock. あ、レーダーで捕捉されかけてるわ。これ以上の追跡はやめた Yep, 方が that's 良い good か at も。 11 o'clock. That nails
2 o'clock. 完全に逃げ腰だね。敵基地との距離も30マイルまで接近。敵の基地にも近づいてるし、サムの射程にも入りつつあるから、こいつは諦めた方が良いと思うわよ。邪魔が入らなければ、確実に落とせるのに。レーダーロックされたわよ。どこからだ？おそらく敵基地のサム。いや正面のホーネットの可能性もあるわよ。行くわよマリサ、あと20秒欲しい。残り25マイル。ミサイルよ、逃げるわよ。最後のミサイル、ボックス3。どうせ射程ギリのミサイルだから、右に飛行しつつ攻撃すればギリギリやれる。あと10秒。確かにギリギリかもしれないけど、リスクが大きすぎるわ。ロックを維持しつつクランクする。マリサ危険すぎるわ引いて。あと5秒。時間よマリサ今すぐケツを向けて全速力で逃げるわよ。5秒経ったわよ。あと、60秒くれ。いつまでアイスマンごっこしてるの？引くこと思いをかすだよ。逆を放出。さっさと逃げるわよこのボケカスゴミパイロットが。はい。Okay, we're on. マッハ 1.7 号も出てるから、なんとか回避できそうね。マリサが発射したミサイルの様子を見てみましょう。これは完全にダメですね。早い段階からケツ向けて逃げてるので、こうなったらどんなミサイル撃とうが当たらないわね。STT ロックだから早期警戒されて逃げられると予想したのだけど、想定通りの結果になったわね。やはり遠距離の STT ロックはきついっすね。ミサイルの残弾ゼロで、燃料の残りも乏しいから帰還するわよ。あいあいさ。散々逃げ回ってた F18 が追ってきてるわ。それはだるすぎる。遊軍機が向かってきてるから、そっちに全力で逃げて援護してもらいましょう。了解。F18 ね、スピードでは明らかに F14 の方が速いので、さっさと諦めてほしいものね。本当にだるいな。少し加工するね。うわ。ちょっと、気をつけて。マッハ 1.5 以上も出てるのだから、あっという間に G アウトするから丁寧に操縦して。ごめん、気をつけます。警報やんだ、無事帰れそうね。これは、言ったでしょ。これは、避けようがないわね。本当にみんな、当たる直前になって敵が急いで回避行動してるな。スプラッシュスプラーチブー。このフェニックス、当たる直前なのに、まだ1500ノット近い速度出てるわ。これは完璧ね。野球で例えると、打った瞬間に外野手が、一歩も動かないレベルの完璧なホームランと同じよ。スプラッシュ3。これもいけそうね。スピードが1300ノットだけど、大丈夫かな？当たる直前まで高高度を飛行してたら、100%、回避は無理ね。はい、スプラッシュ4、ごっつぁんです。いやー、最高の結果で楽しかった。マップの相性も良かったのもあり、多数の戦果を上げることができたわね。レイムと一緒に飛ぶ時間も増えたし、コンビネーションも、バッチリだったね。そうね。良い連携は取れていたと思うわよ。ここまで F14 に乗って PVP でキルできたことがないから、F14 の真のポテンシャルを見た気がするよ。そう言ってくれると解説した甲斐があったわね。これからも、学んだことを忘れず精進してちょうだい。しかし、ここに至るまでかなり時間を要したでしょ？リオガイドの熟読、検証に要した時間のことかしら？そうそう。どうかしらね？ガイドについては前編で説明した。リオガイドを十数時間は読み込んでるわね。それと、TCS オフィシャルの F14 マニュアルも、同じくらい熟読してると思うわ。自分も読もうかと思うけど、全部英語なんだよね。確かに全部英語だけど、Google 翻訳使えばよいのよ。翻訳サイト使って正しく理解できるものなの？それが最近の翻訳サイトの精度がすごいのよ。昔と違って、かなり正確でわかりやすくなってるので、オフすることなく挑戦してみてちょうだい。わかった。やってみるよ。あと、実際のプレイ時間は250時間程度よ。ほとんど PVP がメインでしかやらないから、戦闘以外の操作は、驚くほど下手くそよ。それとドッグファイトなんて、本当に弱いわよ。まあ、PVP ではドッグファイトになりづらいからな。けど、だいたい PVP での撃墜数が100機を超えて、フェニックスの発射数も1000回以上を超えたので、F14 の戦い方が見えてきたことから、この解説動画をアップすることにしたのよ。そんなにフェニックスミサイル撃ったのか。特に PVP やり始めた頃なんか、狂ったようにフェニックスミサイル撃ち込んでたわよ。多分、余裕で1日で、50発前後は発射してたわね。すごいなそれは。そんなことないわよ。
当たらないフェニックスミサイルを、淡々と打ち込みまくってたからなのよわら。まあ、その死者回数があったからこそ、今のレベルまでなったと言えるわけだね。さあ、どうかしらね。ただ、一つ言えることとして、F14 を活躍させたい、F14 で勝ちたいという、とても強いパッションがあったことは確かね。やはり最後は、愛か。間違いないわね。だから、愛があればいくらでもリオガイドなんて、熟読できるので、レイム、頑張ってね。もちろんよ。以上、これで長い F14 の PVP 解説は終了よ。いやー、本当に長かった。リアルフライトシミュレーションというジャンルのため、中途半端で適当な解説はできないと感じたので、可能な限り、必要な知識を、端的に、わかりやすく、そして、楽しんで見てもらえるよう作成したので、どうしてもボリュームが大きくなってしまったのよ。無駄なネタやツッコミがあり、無駄が多いと、感じさせてしまったら申し訳ないわ。そして最後だけど、この解説のエンディングは、投稿主が PVP で決めた最強ショットを、ノーカットで送って締めるわよ。例の GS サーバーで決めた、73マイルのダブルキルのことか？そうそれよ。あそこのサーバーは規定的にも F14 は不利で、他のプレイヤーも異常に強いから、なかなかキル取れないのだけど、素晴らしいアウトレンジショットが決まったのよ。お、それはちょいと楽しみ。高度10万フィート、マッハ5で、成層圏を滑空しながら、雲を突き刺して進むフェニックスミサイルの軌道で、大変美しいショットだから見てちょうだいね。それでは、とても長い時間のご視聴、本当に、ありがとうございました。